ご視聴ありがとうございます。今回の動画は札幌で食と観光を楽しむ1泊2日です。札幌は高校の修学旅行で札幌のホテルに滞在していたものの、ずっとスキーばかりで観光はほぼなかったので、実質初めての札幌です。7時45分の便で札幌へ向かいます。J エアの運行で置き止めだったのでバスで移動します。大谷選手塗装の飛行機が見れました。機材はエンブラエル170です。札幌行きで100席未満の飛行機なのはちょっと意外でした。需要が少ない時間なのかなと思ったのですが、ほぼ満席に近かったです。機内販売では J エア独自のグッズの販売などもありました。左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の低い位置にしっかりと締めてください。ここで秘宝。この先カメラの SD カードが壊れて動画の保存ができてませんでした。それに気づいたのが翌日の昼。つまりこのカメラで撮ったこの2日間のほぼ全てが保存できていなかったので、移動中や歩きながら撮っていたものがなくなってしまいました。撮り直せるところは再撮影しましたが、スマホで撮っていたもの以外は公式画像やイラストで対応していきます。見づらいところがあるかと思いますがご了承ください。新千歳空港に到着しました。札幌までは電車で移動します。電車の駅は地下に行く前にちょっと買い物に行きます。2階の出発フロアに行ってこちらでお弁当を購入します。札幌に着いてランチしようかとも思っていたのですが、新千歳空港から JR 札幌駅まで40分くらいかかるので、その時間がもったいないなぁと思いまして、快速エアポートの指定席は新幹線みたいにテーブルもついていてお弁当を食べられそうだったので、移動時間を使って早めのお昼ご飯にすることにしました。お弁当も買えたので駅に向かいます。券売機は右側の機械が自由席で、指定席は左側の機械で買えます。私は駅ネットを使って事前に座席指定をしてネット購入しておきました。飛行機を降りてから電車の発車時間まで約20分。お弁当を買ってから電車に乗り込むのにちょっとギリギリでした。鈴花さんの北海手まり寿司。お弁当の寿司も美味しい北海道クオリティです。約40分乗車して JR 札幌駅に到着しました。まずはホテルに行って荷物を預かっていただきます。今回のホテルはこちら、ソラリア西鉄ホテル札幌さんです。荷物を預かっていただいて身軽になったので観光に出かけます。ホテルがあるのが北海道庁旧本庁舎、通称赤レンガ庁舎の隣だったので、まずは赤レンガ庁舎に行ってみました。1888年に建てられたアメリカ風ネオバロック様式の建築です。残念ながら現在建物は改修工事中で囲いがされていたのですが、入り口正面のモニュメントでは綺麗にお花が咲いている花壇が設置されていて、池ではカモたちがのんびり泳いでいます。緑が生い茂る憩いの空間です。次は赤レンガ庁舎から5分くらい歩いて北海道大学植物園にやってきました。が、なんと臨時休園。鹿さんの来訪があったみたいです。敷地も広いし散策してみたかったのですが残念です。翌日は月曜日で通常の定休日だったので、今回の札幌旅行での入場は叶いませんでした。残念ですが次の目的地に向かいます。植物園の入り口から5分くらい歩いて、北一条西7丁目バス停から丸山方面のバスに乗って、
丸山第一鳥居前で降りて、ここから歩いて北海道神宮に向かいます。バスを降りてから約20分歩いて北海道神宮に到着しました。北海道神宮は当時蝦夷地と呼ばれていた北海道が北海道と名付けられた明治2年に明治天皇のお言葉により東京で北海道鎮座震災が行われ、北海道の開拓発展の守護神として北海道の国土の神様大国御霊の神と国土経営開拓の神様大穴無地の神、国土経営医薬酒造の神様少な彦名の神の開拓三神と言われる三柱の神々が鎮祭されたそうです。その御霊城が東京から函館、そして札幌へ移されたそうで、当時は現在の場所ではなく、現在の場所に社殿が建てられたのは明治4年で、この年に札幌神社という名称になった後、昭和39年にお祭りする神様に明治天皇が加わり、北海道神宮という名称に変わったそうです。境内では明治天皇御曹司60年の特別展が催されていました。参拝して御朱印もいただいてきました。ちょっと小腹が空いたので近くにあるお店を覗いてみました。本殿に向かって左側、札幌土産で有名なバタークッキーの札幌農学校を販売している木の戸屋さん運営の神宮茶屋です。お菓子のお土産もありますが、皆さんが並んでいるのはふくれ餅というお餅で、熱々に熱した鉄板でぎゅっと挟んで焼くことにより周りに羽を作り、カリカリとした食感を持たせたお餅だそうです。もう一軒、本殿向かって右側にもお店があるので行ってみます。こちらはバターサンドで有名な六花亭さんの神宮茶屋店。こちらでは半願様というお餅があり、そば粉入りの柔らかなお餅の中に粒あんがたっぷり入った餅菓子で、こちらの店舗限定品らしいです。ふくれ餅も半願様もきっとすごく美味しいんだと思うのですが、実は私、洋菓子は甘さ控えめなら食べられるのですが、あんこなどの和菓子の甘さがちょっと苦手で、お餅の代わりに六花亭さんのかぼちゃプリンを購入しました。かぼちゃの優しい甘さで甘すぎずに美味しかったです。商品を購入したら紙コップをいただいて、ほうじ茶を無料でいただけるので、購入したお餅を食べるのにもありがたいサービスだと思います。美味しいプリンとほうじ茶で一息ついて、動物園に移動します。本殿左側には、半願様の名前の由来になった札幌開拓の基礎を築いた開拓使半願の島義武氏の像があります。木々が茂った道を抜けて、少し坂道を上がったら丸山動物園に到着です。正面から入って左側に進むとすぐ、こちらでは猛禽類の展示がされています。こちらのかっこよすぎる鳥はオオワシです。動画では伝わりにくいけど、すごく大きくて、翼を広げたら2メートル以上あるそうです。世界の動物園でも丸山動物園のオオワシは有名らしく、2002年に推定52歳で亡くなったバーさんというオオワシの51年の飼育記録は世界最長だそうです。こちらも大きなユーラシアワシミミズク、フクロウ類で最大級らしく、羽を広げてなくても大きなボディです。入園したのが14時30分くらいで、営業時間があと2時間くらいなので、まずは一番奥にあるお目当ての一つ、ホッキョクグマ館まで一気に進みます。ホッキョクグマ、見た目はかっこよくも可愛くも見えるけど、じっくり見るとやっぱり大きな爪だし、体も大きくて迫力あります。こちらはアザラシの水中トンネルで、もっちりとしたフォルムが可愛らしいです。ゆったりしてそうなフォルムですが、一泳ぎでスイーッと進むので、下から見ているとロケットが飛んでいくように泳いでいきます。ホッキョクグマ館の隣、
エゾヒグマ館です。お食事中で野菜をもりもり食べていました。こうして見ると動きはゆったりしてるけど、ホッキョクグマよりも爪が目立つ気がします。こちらはオオカミとエゾシカの展示室。生きているオオカミ、初めて見ました。いつもこんな感じなのか、この時がそういう気分だったのかわかりませんが、ずっと動き回ってました。喧嘩していたのかわからないですが、ガウってやってるところが迫力あってびっくりしました。一方、反対側のお部屋にいる鹿はのんびりゆったりで、私が見ている間はどっしり座って動かなかったです。坂を降りながらお猿さんたちやゾウさんたちを見て、子供じゃないけど子供動物園エリアに入ってみました。豆知識を披露してくれるうさぎさんや、特徴的なおでこの品賀町さん、丸い部位を何度もどかそうとしているモフモフのアライグマさん。アライグマって見た目に反して凶暴なのは知られていますが、小さいうちは割と扱いやすくて愛嬌あるそうです。大きくなると人の手に負えない凶暴性を発揮し、と動物園の動物紹介文に書かれていたのですが、成長の過程で何があったのでしょう。丸山動物園にはレストランやカフェなどが7店舗あって、軽食やハンバーグ、カレーなどの洋食系やラーメンなどの麺類、パンケーキやガレットなども食べられます。正門近くのオフィシャルショップにはお土産の奥に休憩スペースがあって、グッズ売り場のレジ横でドリンクも注文できます。園内にはもう1軒グッズのショップがあって、2軒のショップで商品のラインナップも異なっていたので、どちらも見てから購入するのをおすすめします。閉園時間ギリギリに出て、バス待ちで結構並んでいたし、乗り継ぎと歩きで帰るには少々体力を消耗していたので、帰りはタクシーでホテルに戻りました。チェックインをしてお部屋に入ります。宿泊したのはスタンダードダブルルーム。落ち着いたデザインのおしゃれなお部屋で、水回りはバス・トイレ別で、バスルームや脱衣スペースも広めで快適でした。6時に近くのお店で夕食を予約しているので、10分前に出かけます。お店は京王プラザホテル札幌さんの中。炉端、寿司、き
北の飯秋津さんです。和食中心ですが、中華メニューもあるお店です。こちらのお寿司カウンターを予約しておきました。お寿司カウンター、高級感あって緊張しました。まずはお寿司の盛り合わせ10貫お願いしました。お寿司のネタは白身のお魚2種類、中トロ、サーモン、カニ、アワビ、ボタンエビ、ホッキ貝、ウニ、イクラのお寿司にお吸い物がついていました。もうすべてが美味しくて、もともとない語彙力がさらになくなって、とにかく美味しいとしか言えなかったです。本当はアラカルトも注文しようかなって思っていたのですが、10貫で結構お腹いっぱいになってしまったので、お寿司だけ味わって退出しました。翌朝、宿泊プランは素泊まりで、朝食はついていなかったので、どこか近くか、二条市場あたりで海鮮丼でも食べようかなと思っていたのですが、こちらのホテルの朝食が評判いいらしく、朝食付きプランでなくても、事前申し込み不要で直接朝食会場に行っていいとのことだったので、せっかくなのでホテルで朝食にしました。スープカレーやザンギ、ジンギスカンなど、北海道といえばなメニューや、和食洋食、焼きたてフレンチトースト、そして海鮮丼、マグロやイクラ、貝にエビ、サーモン乗せ放題です。デザート類はアイスクリームやケーキ、フルーツ類、そして何といってもメロンの食べ放題。メロンがこんなに積んであるのもなかなか見ない光景です。デザートにチーズのフロマージュとコーヒーをいただいて退出します。40分くらいの滞在でしたが、退出するときレストラン前の列は30人を超えていたように思います。お腹いっぱい食べたのでお部屋で少し休憩して、大浴場に朝風呂に行ってからチェックアウトします。荷物をホテルで預かっていただき、観光に出かけます。今日は午後から洞爺湖に移動で、タイムリミットは13時20分までに JR 札幌駅着です。まずはじめに来たのは、国指定重要文化財の札幌市時計台。入場料は200円で、札幌市時計台についての展示のほか、札幌にある文化財の紹介もされています。札幌市時計台は北海道大学の前身、札幌農学校の演舞場として、初代教頭のクラーク博士が構想し、第2代教頭のホイーラー氏が平面プランを作成。開拓使の首席建築技術者、足立貴公氏らの設計監督によって建設されたそうです。時計は当初ついていなかったそうですが、黒田清隆開拓長官の指示で時計をつけることになり、鐘楼を撤去して時計塔を敷設したそうです。現在は周囲に高い建物も増え、鐘の音が届く範囲も狭くなっていますが、明治の頃は約4キロ四方に音が響き渡っていたそうです。演舞場だった2階はホールになっていて、現在では音楽会や講演会などのイベント、結婚式などにも貸し出されるそうです。奥の方に大きな時計が展示されていました。ガラスの文字盤とレトロな雰囲気が合わさってかっこいいです。1928年に製作されたハワード社製の時計で、機械部分が見えるようになっているので、時計の仕組みがわかりやすくなっています。こういったものを見る機会はあまりないので、歯車が一つずつ動いていく様子が興味深くて、じっと見てしまいました。
計台を出て札幌時計塔の横を通り、川沿いを歩いていくと二条市場に到着。海鮮や野菜、フルーツの販売や海鮮丼をはじめとした海産物が食べられるお店が並んでいます。朝ごはんお腹いっぱい食べたし、さすがにここで何か食べるお腹の空きスペースはないと思ってたのですが、目の前で焼かれてたら手を出さずにいられない大きなホタテ、すっごい食べ応えがあって美味しかったです。ホタテを食べたお店の向かい側にはたぬき工事商店街の中を通って到着したのはモユク札幌という商業施設。入ってすぐ目に入るスイーツ類も気になりますが、目的地はこの施設の4階、青青札幌さん。2023年にオープンした新施設で、4階から6階の3フロアで構成される都市型水族館です。スタイリッシュでおしゃれな水族館です。ビルの中ということもあり、水族館によくある大水槽などはなく、水族館としては比較的小型の水槽で、様々なコンセプトで生き物を紹介している水族館で、生き物紹介のパネルも生き物の名前よりも、モサモサやニョロなどのテーマを大きく表示したアート印象の強い展示の仕方でした。6階にはカフェやデジタルアートの空間があり、おそらくこの水族館の目玉であろうペンギンたちがいます。水の中を泳いだり、水から上がって佇んでいたり、可愛いペンギンたちに癒されます。モユク札幌を出てランチに向かいます。せっかく札幌に来たし、ベタだけどスープカレーを食べたいと思って、ここから近いところにあるスープカレー屋さんの中から気になったお店を2軒チェックしていたのですが、1軒はすでに長蛇の列だったので、もう1軒のお店へ。さっき列ができていたスープカレー娯楽さんの系列店のようですが、こちらは待ち列はできていないものの、開店時間から10分後ぐらいに到着して、ギリギリ待たずに入れました。定番のチキンレッグのほか、海鮮系やステーキが乗ったものなど、メニューもいろいろあって、どれも美味しそうで迷います。スープの種類や辛さが選べ、迷った末、サクッと揚げレッグを注文。定番の煮込みチキンレッグに衣をつけて揚げたチキンが、唐揚げのような食感ですごく美味しかったです。一人で黙々と食べ進め、入店してから40分くらいでお店を出ました。あとはホテルで荷物を受け取って JR 札幌駅までと思っていたら、気がついたら腕時計が止まっていて、今から修理してもらうのは時間がないので、急遽代わりの時計を買いに100円ショップへ。まだこの後洞爺湖で2泊するので、その間時計がないのは辛い。ちょっとごついけど無事にゲットできたので、荷物受け取りにホテルへ。が、
腕時計を探すのに店内でちょっと迷ったり、途中の大通公園で写真を撮ったりしていたせいで時間がギリギリです。ホテルから駅まではスーツケースを引きながらダッシュしてギリギリ間に合いました。その後は洞爺湖で2泊滞在して3日後に新千歳空港から帰路に着きます。新千歳空港では動物園からホテルまで乗せてもらったタクシーの運転手さんがおすすめしてくれた釜栄のかまぼこをお土産に購入しました。購入するのに行列ができていましたが、出来たてのかまぼこは福岡に着いてもまだ少し温かく、すごく美味しかったです。保安検査場を通過し、ちょっと小腹が空いたので、JAL プラザでミニ石狩寿司を買って、搭乗待ちの間にいただきます。帰りの便はボーイング 737-800 です。通路を挟んで3席ずつの機体で、水曜日で平日でしたがほぼ満席でした。1泊2日の札幌旅。実は本来の目的は洞爺湖で、札幌については新千歳空港を使うし、札幌と宿の間の送迎バスもあるし、せっかくだから札幌も行こうみたいなノリで旅程に加えて、下調べなどもほとんどせずに現地に着いてから行き先を考えたりしたのですが、行ってみて札幌市の広さを実感したというか、札幌市の面積って東京23区の2倍近くあるらしいのですが、他の都府県での一つの市の感覚で観光スポットへの経路を検索したりすると、移動時間が想像よりも長かったりしたので、移動時間なども考えて、いわゆる札幌市中心地って言われる場所を中心に回ったのですが、植物園の臨時休園はあったけど、自分では意外と効率よく回れた気がしています。もちろん今回訪れた場所以外にも、札幌市内だけでも観光スポットがいろいろありますし、一箇所私としてはすごく行きたい場所があったのですが、JR 札幌駅から公共交通機関で片道1時間半くらいかかる場所だったので、その場所での所要時間も考えたら、1日目の11時頃に到着して、2日目の13時台には札幌を立つ滞在時間だと厳しいかなと思って諦めました。次に札幌に来るときには、ぜひ2泊してそちらにも行きたいなと思っています。今後も旅に関する動画を投稿していきますので、よろしければまた見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。